オーライト様より製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はオーライトの新製品2つ紹介したいと思います。最初はオークリッププロの新色。昨年のヒット製品、手軽に使えるクリップライトにカラーが充実してきました。今回入手したのはホワイトにチタニウムカラー。ホワイトはとても綺麗な塗装がされています。レビューで評判良かったので気になっていたんです。ポップすぎるかと思っていましたが、ガジェット的な見た目にこのホワイトよくマッチしてまして、かなりいいっすね。差し色的に入るブラックとのコントラストが素敵。チタンカラーの方は模様が刻印されています。こちらは限定っぽいっすね。古代のメカっぽさというかセミっぽさというか、そんな模様となってます。落ち着いた雰囲気でこちらもかっこいいっすね。オークリップ系クリップライトは取り出しやすくしまいやすいのが素晴らしく、バックアップ用で持っていくのに一番手にしているアイテムです。かなり気に入っているライト。使いやすさはもちろん、この素晴らしい見た目からプレゼントにも良さそう。すでに一つお持ちの方にもこれらの新色はぜひおすすめ。所有欲を満たしてくれるアイテムです。興味ございましたら検討されてみてください。続いては本動画のメインアイテム、アークプロを紹介します。アークフェルドシリーズの最新作、スタイリッシュなボディにスポット、フロードの白色光に UV とレーザー、4つの光源をまとめた多機能なライトです。従来のアークフェルドはアークプロライトへ移行し、このアークプロがメインモデルという位置づけとなるようです。個人的にアークフェルドの系譜が続いてくれたのは嬉しいことです。外観がこちら。シュッとしていて近代的な見た目です。アークフェルドのコンセプトを引き継いだまま正当な進化というのを感じます。質感は先代と比べ高くなりました。精悍さの増したデザインにマットなアルマイトが雰囲気を出してます。側面の滑り止めは細かくなり、さらにグリップが上がりました。操作ボタンの色もかっこよくて、角度によって青から紫色へと変化をしていきます。初代アークフェルドも最初見た時は都会的なかっこよさを感じましたが、アークプロと比べてしまうともう戻れないですね。大きさはこのくらい。大型化しています。重量は 115g。デザイン重視な感じはしますが、決して持ちにくさはありません。ただ、アークフェルドでは感じなかった重さは最初だけ気になるかも。操作ボタンとの兼ね合いから基本的には順手で握るライトとなってます。インターフェースはヘッド側に集約。アークフェルドシリーズの特徴であるダイヤルスイッチとその中央にメインとなるボタンスイッチが備わります。ダイヤルスイッチでモードの切り替え、ボタンスイッチでオンオフや光量の調整、特殊モードへの切り替えを行います。操作感はちょうどよく、触っててしっくりくるという表現がぴったりですね。操作感の良さから無駄に切り替えたりして手遊びをしてしまいます。ボタン周りには LED が搭載され、電池残量と光量を表示します。左右で LED の色が変えられていて、細かな部分ですが、こんなところもスタイリッシュですね。それらの側面にはレーザー用の操作スイッチ。レーザーの未性質が違うためか単独のスイッチとなっています。反対側、フリップアップの蓋の下から Type-C の充電ポートが登場します。従来からのオーライト独自のワンタッチ充電に加えて、一般的な USB による充電が可能となっています。ワンタッチ充電は操作簡単で便利ではありますが、充電に専用コードが必要になりますので、出先、出張などではネガティブな部分が出てきます。専用コードを忘れてしまうと終わり。今作は双方に対応することで問題部分が解決されています。これはありがたいです。バッテリー容量は 2000mAh。満充電までの時間は Type-C で 1.5 時間となってます。さて、点灯させて見ていきます。まずはメインとなる白色ライト。スポットとピュアフロード2つの光を備えます。スポットは比較的まとめた光。対してピュアフロードは一様な光です。グレア低減を目的として均一な光にこだわり開発をされたようで、実際見ていて不快感の少ない光となってます。両者はしっかりとキャラが区別されていまして、用途がはっきりしているというのはいいですね。それぞれ光量レベルは3段階。スポット光から見ていきます。屋内1メートルほどを照らしたのがこちら。
照射範囲は20センチ程度に収まり、スポットの強さを感じます。こちらは3メートル先を照らしています。照射範囲は65センチほどに収まってます。こちらはフロードライト。屋内で1メートルの距離を照らしたのがこちらです。こちらは3メートル先を照らしています。この距離になってくるとフロードでは物足りなさが出るっすね。その他特殊モードとしてターボ、ストロボ、ムーンにロックモードを備えます。それぞれ頻繁に使うものではないですが、ストロボですとかターボはいざって時に役に立ちそうですね。続いて UV ライトを見ていきます。紫色のぼんやりとした光で汚れの可視化やオイル漏れの検出、光硬化性樹脂を固めるのにも使えます。アークプロの UV ライト、特徴として高出力モードが備わりました。映像では通常モードと高出力を比較していますが、明らかに高出力モードは検出が容易です。一般的なハンディライトについた UV って昼間見ると若干暗く感じてしまうのは確か。高出力モードの搭載は作業効率が上がることでしょう。ただし UV ライトは人体への影響があるとされる光です。裸眼で見たり皮膚に照射は良くない模様。これは出力が高まると当然危険度も増すでしょう。使い方には注意が必要となります。最後、4つ目の光が緑のレーザー。設備の細かい箇所を指し示すのに使ったり、声の届かない相手に合図を送ったりに使えます。アークプロのレーザートピックスとして他のライトと併用ができるようになりました。暗がりで設備の説明をしたいけれど、レーザーだけだと何指してるか全くわからないことありますよね。白色ライトと併用することで問題が解決します。UV との併用も可能です。これは何でしょう。何かしら用途があるのかもしれません。オールマイティに使えるライトです。これに特化という限定はないですね。暗がりで機械メンテをする際はフロードや UV ライトが活躍。離れた部分の確認などでスポットにレーザーが生きてきます。EDC かつ多目的。はまれば強く輝くライトでしょう。とにかくビジュアルの良いライトっすね。見た目、質感からの満足度は高く、それでいて実用面が損なわれておりません。傷入れるのがためらわれてしばらく慎重に使っています。オーライトさんの次世代製品がどうなっていくのか垣間見れたように感じました。操作ダイヤルの突起が1つ減ったのは少し気になった部分です。アークフェルドはダイヤル部分に2つ突起がありました。アークプロとなり1つ突起になりましたが、順手持ちかつきちんと握らないとこの突起を見失いがち。操作性が劣るってことはありませんが、パッと手に取って雑に使うには向かない印象を持ちました。もう一点、操作関係でレーザーのスイッチのみたまに押しにくさを感じます。ちっちゃいんですよね。素手で操作している場合はボタンがどこにあるかすぐ分かりますが、厚手の手袋をしていますと位置の把握が難しく、慣れてしまえば問題はなさそうですし、レーザーだけ別ボタンというのは安全性を考慮した結果とも思うのですが、しかしこのボタンの操作性は気になりました。手袋をしながらレーザー頻繁に使うって場合はご留意いただきたいポイントとなってます。あとは本体が大型化したということを許容できるかってところでしょうか。アークフェルトと比べ二回りほど大きいです。上着のポケットに留める場合、この重さは気になるかもしれません。マルチに使えるアークプロ。アークフェルドの遺伝子をしっかりと引き継いだ正当な進化を感じたライトです。都会的でスタイリッシュ。見た目からの満足度も高くおすすめしたいライトです。機会ございましたら手に取られてみてください。オーライト様ではブラックフライデーセールを開催中。紹介しました新製品アークプロは 20% の割引、オークリッププロは 25% 割引と大型セールとなってます。この機会をぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。